皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京都知事選挙の争点の一つ、明治神宮外苑の開発について解説します。この問題について争点化したいとしているのが、蓮舫氏です。蓮舫氏は、100年の森を守れというような標語を使って、明治神宮外苑の開発について一度立ち止まるべきだと話しています。そして、小池都政がこれを進めたことは誤りだったとしているのです。果たして本当にそうなのかについて、どのように考えるべきかを皆さんにお伝えしていこうと思います。まず最初にポイントとして押さえておかなければならないのが、明治神宮外苑の開発において100年の森を守れというからには、100年の森が破壊されるという前提がなければなりません。果たしてその視点は正しいのでしょうか？これは結構一番最初に見ておかなければならない情報なので、まずはこれが非常にわかりやすいのが地図です。こちらの地図は明治神宮の内苑と外苑の地図です。100年の森があるのは明治神宮内苑の方で、こちらの方が明治神宮のお参りする場所があるところで、明治天皇と皇太后をお祭りする神社です。その宗教施設としての周りに多くの木々を植樹することによって、それらを保護してきたことから、現在は100年の森というような呼ばれ方をしています。一方で今回再開発の対象となっているのは、この明治神宮内苑ではなくて、再開発の対象地域は明治神宮球場などがある外苑です。この地図を見てもわかると思いますが、あくまでも手を入れるのは外苑であり内苑ではありません。ですから、100年の森を守れと言われても、そもそも開発事業の対象では全くありません。このあたりから蓮舫氏の指摘がそもそもの前提から間違っていると私は思います。次に、明治神宮の外苑の開発においてイチョウ並木がなくなってしまうと批判する方もおられますが、これもまた現在計画の中にそのような話は全くありません。こちらのページは明治神宮外苑まちづくりというような紹介ページで事業がどのような内容であるかを公開しています。例えば、イチョウ並木は守りますとはっきりと計画の中で位置づけられていることが示されています。また、事業開発をすることによって樹木がほとんどなくされてしまうというような過度な心配を口にする方もおられますが、それは計画とは全く異なるものです。樹木数の変化についても計画はすでに発表されています。現状で管理樹木が1904本のところ、開発後においては1998本へと数としては増やすということが発表されています。内訳としては伐採する樹木があり、その伐採した代わりに新しく植樹するといったことが実施されます。合計ではプラスになるのです。こうした伐採そのものを否定する方もおられますが、明治神宮外苑はどちらかというと都市運動公園といった性格の場所ですから、樹木の剪定は当然行わなければなりません。手つかずの樹木というのは、不意の倒木や、そうでなくても、普段からの維持管理メンテナンスを行うことが樹木の健康を保つことにも必要ですし、うっそうと茂った林というのはむしろ見通しが悪くなったりして、犯罪抑止の面においてもあまり良いこととは言えないのです。人間が手を入れない自然のままが素晴らしいという考えは、それはそれとしてわかるのですが、しかし、都市公園という性格上、むしろ隅々まで手を入れて管理した方が誰もが心地よく使える安心安全な公園を維持することができるのです。そして再開発することによって憩いの場としての神宮外苑がなくなってしまうというような発言をする人もいます。しかしこれもまた計画から言えば心配には当たりません。というのもこちらは現在の状況から開発後のその変化について示したものなのですが、オープンスペースの割合は面積比で言うとより大きくなるのです。この理由というのが左が現在、右がその後といった形で見ると、明治神宮の第2球場と軟式野球場、こちらが姿を消して、むしろ大きな芝生広場といったものへと変貌することが、オープンスペースの拡大につながっています。そうした意味で批判をする立場として言えば、なんで軟式野球場がなくなるんだといったアマチュアスポーツの場としての施設が削減されたことを起こるというのであれば、まあそれは立場としてはわかるのですが、少なくとも今までよりも憩いの場がなくなってしまうという話は、むしろ全く逆だと言えることは間違いありません。これまでは軟式野球もしくは硬式野球といった形である特定の競技の人しか使えなかった場所が広場としてより
活用されるといった具合にして、むしろ公益にかなうような形へと変更されているのです。次に押さえておかなければならないポイントは、明治神宮内苑外苑この2つの存在がどのような役割をそれぞれ持っているかです。内苑の方にお参りする場所があって、明治天皇とその皇太后がお祭りされているわけで、そこはいわば宗教的な施設だと言えるでしょう。一方で外苑の方には野球場などがあるわけですから、性格が全く異なることはすぐわかります。そしてこの役割の違いというのが大事なのです。内苑の方はお参りをする人たちもいるわけですが、それだけでは大きなお金を生み出すわけではありません。森を守るにも、そして宗教施設を守るためにも、そこで働く人たちを守るためにも、現実問題としてはお金が必要です。そうした意味で外苑において大きな収入を得ることによって内苑を維持管理していくための永続的な収入源とすることが外苑に求められています。そしてなぜそのようにしてお金が必要かといえば、明治神宮というのは国のものでもなければ東京都のものでもない一宗教法人のものだからです。政教分離といったものがまず国の基本方針としてある以上、国が明治神宮の運営資金を注入するわけにはいきませんし、同様にして東京都も運営費を出すわけにはいきません。ですから明治神宮は自らのお金で運営を続けていかなければなりません。そのためには施設を更新していき、その施設を更新することによって収入を永続的に得ていこうという活動は、これを否定するのはちょっと間違いだというわけです。そして東京都はこれにどのように関わりを持つかといえば、基本的には事業を行うのは明治神宮と手を組んだ民間企業との間で結ばれる契約、そして事業について果たしてそれが適法に行われるかを認可することです。この点についても注意しておかなければならないのは、住民側からはこの計画に対して待ったをかける声もあったのですが、それは法律的には全く問題がなく、すでに裁判では結果が出ています。これは2024年3月のニュースです。神宮外苑の再開発、事業停止認めず、最高裁、裁判官5人中1人反対、国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京明治神宮外苑で計画されている再開発事業をめぐり、周辺住民らが東京都に事業施行認可の効力停止を求めた申し立てで、最高裁第三小法廷は住民側の特別抗告を棄却する決定をした。緊急の必要性が認められないとして却下した東京地裁東京高裁決定が確定した。住民らは樹木伐採で良好な景観を享受する権利が侵害されると主張。東京地裁決定は重大な損害が被るとは認めがたいと退け、東京高裁決定も支持した。東京都でこれから明治神宮外苑の事業開発に待ったをかけるというのであれば、少なくともすでに許可されたものについてこれを取り消すというわけですが、しかし裁判所においてはいやいや特に問題はありませんよというのがすでに決定しているわけですから、この見直しというのはそもそも一体何を根拠としているのかという話になります。ですから東京都知事選において明治神宮外苑の再開発事業を争点化したいという話は非常に筋の悪い批判だと言えるでしょう。100年の森を守れと言いつつ、100年の森が切られるかのような誤解を招くような表現をしているのが問題ですし、また再開発によって憩いの場としての明治神宮外苑が破壊されるというのもまた計画から言えば全く真逆のことです。木が切られるのが悪いというのは確かに何でもかんでも自然は守るべきだという観点から言えばそうでしょうが、しかし都市運動公園を管理していく上では木々の伐採や移植といったものは日常光景として存在し、それらを悪だと断じる方がちょっと行き過ぎた考えだと言えるでしょう。原生林を守ろうであるとか自然環境の保護地域であるならばその主張もわかるのですが、しかしあくまでもこれは街路樹などの剪定などに類するもので、一本一本がご神木ではありません。伐採される木もありますが、植えられる若木がいずれ成長し新しい日陰を作ってくれるでしょう。では全くこのような都市開発において問題がないかといえばそうではありません。むしろ蓮舫氏が指摘していない点にこそ見直しやもしくはメスを入れるべき点はあるでしょう。例えば東京都というのは非常に大きな予算で動いていますから、そこには必ずのように既得権益というものが生まれやすいものです。特定の団体や特定の企業、そして特定の人物のつながりなどによって不正が行われていないか、
特定の人物や団体などに不合理なお金が流れていないかなどをチェックすることは重要でしょう。批判するなら批判するで、そのような、もうちょっと多くの人たちが納得できるような批判ポイントを争点化すべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していって、世の中で何が起きているか情報更新にこのチャンネルの動画を活かしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。